今日は久しぶりに鶴ヶ城のところまで来てみましたので、せっかくなんで鶴ヶ城行こうかなと思います。多分ね、前回来たのは去年の春くらいだったんですよね。なので半年以上ぶり。今の時期はちょうど何にもイベントとかやってないと思うんですけれども、その代わり人が少なくて快適かなと思います。いつも行きたくてなかなか行けなかった七日町の方を散策しようかなと思ってたんですけど、ちょっとお腹を空かせたいので鶴ヶ城散歩してから行こうかなと思います。とは言っても多分鶴ヶ城でも何か食べちゃうと思いますが、前回来た時はね、春だったんで花見のでもね、そう覚えてるんですよ。桜祭りやってたんですけど、桜咲いてなかったんですよね。始まる前だったんですよ。ですが桜祭りやっててね、桜ないのに花見をした記憶があります。結構カモがいますね。でなんかね、いつもだと会津祭りの時にね、鶴ヶ城まで見に来て出陣とか見てたんですけど、去年はね雨だったんです、会津祭り。なので自宅の前で見てて、こっちまで多分来なかったと思いますね。そしてこことかもそうですけどね、平日だと休みのとことか多いんで、あんまり楽しめる場所が少ないかもしれないですが、ていうかこっちだとね、冬とか冬季休業とかで休みになっちゃったりするんですよね。やっぱり今雪あんまないですけれども、普通だと雪めちゃくちゃ降るんで、この前飯盛山の方とか行ったんですけど、飯盛山はもうほぼお店閉まっちゃってるんですよね、冬になると。3月ぐらいまで閉めますっていう感じで、飯盛山のエスカレーターみたいなのやってたんですけどね。で上までは登れたんですけど、泡まんじゅうとか、私の好きな泡まんじゅうのお店とかやってなかったです。そう、柳津の泡まんじゅうね、あれ私めちゃくちゃ好きで、それがね飯盛山のお店で買えるんですけど、去年の1月に自宅に帰ろうと思った時に買って帰ろうと思ってわざわざ飯盛山寄ったんですけど、休みでね買えなかったんですよね。あれは冬は手に入れられないという。なんか外に出てきた瞬間、パラパラ雨がパラついてきてちょっと心配なんですけど、雨の予報はないんですけどね、最近天気予報当たんないから、こっからいきなりザーッと降ってくる可能性もあるんで、ちょっと怖いな。キャッスルマーケットってなんだろう。1月、今日何日だっけ、7日か。7日やってないですね。てか土日しかやってないのかな、この日付見る感じ。日本酒とか馬肉のメンチカツとか食えるんだ。土日しかやってないですね、多分。残念だな。ちょっとやってたら食べたかったな。いいじゃん。こんなのやってるとは知りませんでした。立っても飲めるカウンター席もあるんだ。知らなかった。楽しそうですね。でもすごい、なんかここでも座って飲めるんですかね、これ。あそこのお店で買ったものとか。いいですね。ボックス席みたいになってて、めっちゃいい雰囲気。いいなこれ。ここで日本酒飲んだら絶対美味しいじゃん。ここの門って冬季間とかはなんか閉めるんじゃないでしたっけね。そんなことはないのかな。開いてますね今。冬になるとここ閉まるみたいなイメージあったんですけれども、そんなことないのかな。めちゃくちゃ滴ってます、雫が。ささっと。なんかめっちゃ久々に来たな。特に変わったところはないですね。
ここのお店でですね、この気になった、抹茶天ぷらまんじゅうっていうのを買ってみました。天ぷらまんじゅうは知ってるんですけど、なんか抹茶味が新登場みたいですね。で、なんか醤油かけると美味しいらしく、醤油をかけてもらいました。ちょっと楽しみだな、これは。なんか新名物だそうです。めっちゃうまい。なんか想像したなんか、いつも食べる天ぷらまんじゅうじゃなくて、なんか餅っぽいのが入ってますね。確かに抹茶風味してめっちゃ美味しいです。でね、醤油ってどうなんだろうなと思ったんですけど、この抹茶にこの醤油のしょっぱさが追加されると結構美味しい。ちょっとこれは確かに新名物って感じ。ちょっとこれマジで普通に雨降ってきたんですけれども、雨のようなかったのに、もう私が外出てくるとね、雨降るんですよ。朝天気良かったのに学ばないですよね。また帽子かぶってこなかった。ほらもう結構降ってます。てか知らないうちに市役所あんな成長したんですね。なんかここのビル、ツタヤの入ってるビル工事してますね。何すんだろう、まさか壊さないよね。さあということで、錆びれまくってる新名通りを通過して七日町方面に向かいます。これロイヤルプラザも完全になくなっちゃいましたね。いろいろ解体中もいろいろありましたが、完全更地になってます。はい、七日町に来てみました。もう歩くこともあんまりないですね。よく車で通ることはあるんですけどね、あっちの神座市の方とか行くときにたまに通ったりするんですけど、歩くことはもう本当に何年ぶりって感じです。車だとね、やっぱ速度も速いし運転に集中しないといけないんで、なかなか街並み見れないですけど、歩ってみるとこういう細かいところまで雰囲気味わえるんでいいですよね。でも心配なのはお店がやってるかですよね。どうだろうな。私はなんか閑散としてても人が少ない方が心地いいんで、この平日に歩くっていうのはいいんですけれども、楽しめるスポットが少ないっていうのはあります。まあでも歩くだけでも楽しいと思うんで、なんか美味しそうなものあればちょっとつまむ的な感じで、歩くこともなかなかないんでね、歩くだけで十分面白いんじゃないかな。ここのファミマ頭に来たりしてるんで、ここまでは来るんですけれども、こっから先は本当にあまり歩いてはいかないゾーンですね。ここの公園はよく小さい頃に祖母に連れてきてもらった公園ですね。でもちょっと雰囲気変わってますね。なんかここら辺のベンチとかなんかちょっと違ったような気がするし、だいぶ変わってはいますが、でもこれはあったかな。懐かしい。ここでなんかやるのかな、やってるのは一回も見たことないんですけれども、でもステージがあってこう椅子がいっぱいあるんで、なんかできそうですけど、なんかその子供の頃祖母に連れてきてもらってた時は、なんかこの建物になんか今はちょっとどれか見当たらないですけど、なんか換気扇がついてたんですよね。でなんか子供の私はその換気扇がすごい気になってたらしくって、でそれで祖母はこの公園を換気扇公園って名付けて、換気扇公園行くよって言われて来てたんですけれどもね、そんな思い出があります。やっぱ子供はなんか興味を引くところが違うんですよね。なんかここも閉まってるな。なんか結構閉まってますね。覚悟はしてましたけど、しかし人が少ない方が好きなんですけれども、もう人ほぼゼロなので、さすがにいなすぎるのも少し切ない感じがしますね。人がまばらにいるくらいがいい。あまりいないとお店もやってないだろうし、ここのソフトクリームだかかき氷だかは祖母が昔連れてきた時に食べさせてもらった記憶がある気がしますね。ちょっと帰りに食べようかな。さすがにかき氷はいいけどアイスクリームね、ちょっと食べたいかも。ここのハンバーガー屋さんはもう祖母に連れてきてもらいましたね。ここめちゃくちゃハンバーガーがねでかいんですよね、結構サイズが。なのでおすすめです。結構ね、七日町は祖母との思い出がありますね。結構こっちにいる方の祖母宅が結構近いのと、昔もう本当に小学生ぐらいの時は
ずっと祖母宅に預けられてたんで、いろいろ祖母といろんなところ行って、で結構七日町とかに来る、ここら辺歩くことが多かったので、かなり懐かしい思い出がありますけれども、でも子供の頃なんでね、あんまり鮮明には覚えてないんで、こう改めてこう街歩いてみると、なんか懐かしいなって感じはするんですが、なんか全然知らないものがあるっていう感じです。そこまで細かいところまでは見てなかったんでね。ここかな、なんか学校行事で漆器塗りの体験みたいなのやった記憶あるんですけど、多分今のところのお店ですね。七日町駅、ここもよく来ましたね。ここからね会津若松駅まで電車で行くことも結構あって、なんかSL がねここまで来てたんですよね。でそれをね祖母によく連れてきてもらって、私電車好きだったんで見せてもらった記憶がありますね、この七日町駅で。未だに改札がないですね。もうそこ普通にホームに入れる感じで、あれですね、この切符回収箱があって改札とか一切ない感じですねすごいね。なんか一通り洗ってみて思ったのは、あんまり食べ物がないんですね。まあ閉まってるお店とかもあったからだと思うんですけど、どっちかというと物が多かったですね、食べ物じゃなくて。まあ会津漆器有名なので、漆器のお店とか、あとあれね、なんていうんだっけ、織物ね、会津木綿かのお店とか結構多かったですけれども、あんまり食べ物屋さんってないんですね。こう見ると結構食べ物いっぱいありそうな感じはしましたが、意外とそうではないようですね。赤べこおみくじやってみようかな。もうここに100円入れて、ほんと信用で成り立ってる感じですね。で1個ちょっと取ってみまして、小寺に未来が待ってんべって書いてあります。最高な未来が待ってますだそうです。吉。なるほど、面白い。会津弁で全部書いてあるんですけど、会津の人なんですけど全然読めないですね。この解説読みながら読みましたね。なんかこの柳津の道の駅がなんか開運スポットらしいです。ちょっと今度行ってみようかな。でも歩いてみると面白いですね。こう建物が全部こう昔ながらな感じの伝統的な建物になってるんで、なかなか世界観ができてて面白いです。いいですね。すごい、ここのお店冬季半額だって、ちょっと買ってっちゃおうかな。2つ買ったんですけど660円でしたね。本当だったら1つ660円だと思うんでよかった。ちょうど湯飲み欲しかったんですよね。よかったよかった。ここのカフェはやってないと。どうしようかな、そこのねバーガーを食べようか考えてるんですけれども、どうしようかな、もうちょっと見てからがいいんですが、終わんないかな。もう2時過ぎちゃったんでね、終わっちゃうかもしれませんが、ちょっとこっち側、反対車線側もう少し見たいです。なんかねちょっとしたストリートフード的なものがあるのかと思ってたんですけど、そういうのはあんまないみたいですね。ちゃんとご飯屋さんとかあったりするんですけど、あとは大体なんか漆器とかも麺とか売ってるような感じのお店っていう感じで、こういうねお店あるんですけど、なるほど、どうしよう、じゃあちょっとそこのバーガー行っちゃおうかな。あんな本格バーガー食べることあんまないのでね。
うまかったです。いや、なかなかこんな本格バーガー食べることないんでね、普段ファストフード店とかよく好きで行くんですけれども、あんなちゃんとしたバーガーは久々に食べた気がする。で、結構食べましたね。なんか飲み物となんかコーンスープをつけるとなんか安くなるとか言われて、でサイドメニューでなんかオニオンリング的なのも頼んで、だから結構食べたな。めちゃくちゃ美味しかったです。ここだな、一番なんか連れてきてもらった記憶があるのは。ここにね、多分お寺があったはず。そう、ここ近辺を結構ね、祖母に子供の時に連れてきてもらった記憶があるんですよね。なんかここの通りも懐かしいし、そう、ここにお寺的なのがあって、で、あそこがあれですね、七日町駅っていう感じの場所になってます。そう、祖母にね、七日町行くよって言うと大体ここに連れてこられたっていうね、感じで。そう、銀杏がね、これ今もだこれ。うわ、これめっちゃ銀杏がね、ブワーっと落ちてるんですよ。これを祖母がね、拾ってたんですよ。で、その間、私はここら辺で遊ばせてもらったっていう感じ。ちょっとなんかお参りとかこれできないんですかね。なんか、賽銭箱もないし、鈴もないんですけど、でもね、今日鶴ヶ城でお参りしちゃったから、今日やると喧嘩しちゃうかな。そんな感じですね。ちょっと踏むと臭いと思うんで、あそこは近づかないでおきます。懐かしいな。ここはもうマジで10年以上来てない場所ですよ。祖母の自転車の後ろに子供乗せるやつあるじゃないですか。あそこに乗せられて、ここら辺をいろいろ回ってましたね。なんかあんまり変わってない感がありますね。で、ここ行くとね、七日町駅に行けるんですよ。あ、行けそうですね。このね、あそこパチンコ屋さんなんですけど、そこの駐車場に繋がってて、そこ通ってね、七日町駅に連れてってもらってっていう。ここがね、そのパチンコ屋さんの駐車場なんですけど、あ、懐かしいな。懐かしいですね。なんかほんとむちゃ懐かしいわ、ここら辺。なんかこういうのもあった気がするな。なんかここら辺でも遊んでた気がする。この広い駐車場ね。めっちゃ懐かしいな。すごっ。で、ここもね、あそこの無断駐車禁止の看板の奥の細いところね。あそこを通っていくとなんか多分あっちの道路に抜けられた気がするんですよね。なんかここも歩った記憶があります。この細いとこね。これ。すごいな。ここマジで懐かしいぞ。なんかもうなんか普通の人が見たら何気ないただの駐車場ですけど、なんかここめっちゃ懐かしいです。多分私にしか分かんない感覚でしょうけど。いやーでもなんかめっちゃちっちゃく見えるな。なんか子供の頃はね、ここの駐車場ももっと広く見えて、こういうのとかもね、めちゃくちゃ大きく見えたんですけれども、今見ると小さく感じますね。やっぱ場所は変わってないんだけど、自分は変わったっていう感じがあります。間に合わなかった1両しかないんだもん。あ、ちょうどよかった。クローズしてますね。3時までなのかな。あのタイミングで入っててよかったな。この通りも通ったな。懐かしい。
もうなんか七日町歩きというよりなんか懐かしいところ巡りみたいな感じになってますね。完全に私しかわからないことなんですけれども、こう新しい家が建っちゃってるんでだいぶ雰囲気は変わってますが、古いところはね見覚えがあるって感じ。確かに覚えてるんですよね。うん。あ、こっからの景色とかは変わってないな。うん。もう祖母のね自転車の後ろのカゴからね見てたんですよ、ずっと景色を。なので結構覚えてたりします。なんか話聞いた感じ、祖母の方が覚えてないような感じがするんですけど。あ、ちなみにねこの道路はなかったです、その時ね。最近って言っても10年以上前だけど、あの道路はね私がここら辺通ってた時はねなかったんで、結構新しい印象なんですけど、予想はしてたことなんですけど、七日町は、冬じゃなくて冬以外の季節に来た方がいいですね。冬だと休みになっちゃう、お店とかが多かったりとか、あと土日ですね。土日人多いかもしれないですけれども、平日そもそもやってないお店とかあるんで、冬以外の季節の土日に来るのが、金土日かな、来るのがおすすめです。なのでまだちょっと今度来てみようかな。春とか来たら気持ちよさそうだけど。ちなみに湯飲み買ったのはここの雑貨屋さんですね。こういう雑貨とかはね私好きなので、かなり面白かったです。このカフェ太郎というところでちょっとコーヒー飲んでゆっくりしてました。スイーツセットみたいなやつでコーヒーと、あと太郎焼きっていう太郎焼きの上にソフトクリームが乗ったようなやつセットで500円でしたね。あれはかなりお得なセットだったと思いますね。すごいなんかめちゃくちゃおしゃれなカフェで、私一人しかお客さんいなくてちょっと緊張しましたが、すごいいい空間で落ち着きました。なかなかああいうタイプのコーヒーショップにも行かないので、コーヒーもめちゃくちゃ美味しかった。自分で入れたやつなんかより全然美味しかったです。すげえ、10キロ歩いた。すごい。これ結構運動になってるじゃないですか今日は。まあでも結構カロリーの高いものを食べてしまったので痩せるかはわからないですが、運動量的には結構になってるはずです。鶴ヶ城からここまで歩いてきてますからね。で結局七日町ももう2周しちゃいましたからね。なかなか楽しかったな。湯飲みかわいい。いいでしょ。どこで買ったの？七日町ののこのお店。わからん。あ、書いてなかったか。いいでしょ。ちょっと気に入ってかわいい半額だったし買ってきた。これ2つで600円だった。安っ。すごいでしょ。かわいい。そう、ちょうど湯飲み欲しかったから、これはいいね。気に入った。何でも合いそう。ちょっじゃあ菊水庵で買った鬼ゆべしと、あとこれも菊水庵のお茶です。あ、どっちがいい？こっちがいいんでしょ。はい。とお茶入れてくれたの。菊水庵のお茶なのこれ。うん。お、うまい。いいね。めちゃくちゃいい湯飲みがゲットできた。ゆべし大好物なんだよね。あ、そうなんだ。多分あれだよね。仙台にさ、小学校の修学旅行に行った時もゆべし買ってこなかったっけ？覚えてない。買った気がするんだよね。仙台のゆべし。ちなみにもう4時間も歩って12キロ歩いたよ。
うん、よかったね。それ何と白ごまピーナッツアーモンドかな。ばあちゃん歯かけそうになったって。確かにこれは割ってもダメなのかね、この袋の中で。ダメダメ。ダメか。ばあちゃんにこれをあげないでって感じ。あげた人のセンス。こんな南部せんべいなんて硬くて有名なのに。いいね、ちょっとお茶のいいね、お茶です。